はい、どうもこんにちは。今回は Amazon セールの話です。29日金曜日の朝から31日月末までやってますね。だいたいいつも同じものがセールになって、特に変わり映えもないんで、あんまり気にしてなかったんですけど、最近自分が買って良かったものとかおすすめのものも結構あったんで、なんで買ったのか、それからどこが良かったのかも含めてパパッと紹介します。例のごとくポイントアップキャンペーンもやってるんで、サイトに行って、このエントリーボタンを押してから買い物するようにしてください。それではパパッと見ていきます。はい。まずはニーマソのフィルム。iPhone 13と iPhone 13 Pro 用のフィルムですね。で、自分はこのメーカーのミニ版のフィルムを買って実際に今貼ってますけど、それでも今回またもう一回買います。こういうのって普通はみんな本体買った時に同時に買ってるはずなんですよ。だから一見このタイミングではフィルムなんていらないようにも感じるんですけど、いります。で、これは個人の考え方にもよると思いますけど、自分は iPhone 落とします。フィルムに日々入ります。で、そのまんま生活したくないんですよ。日々入ったら速攻で張り替えてちゃんと綺麗に使いたいんで、手元に予備がないと困るんです。だから買います。で、別にこんなフィルム他にも探したら履いて捨てるほど売ってるんで何でもいいような気もするんですけど、どうせ買うならこんな感じで評価も高くて他の多くの人が買って持ってて使ってて、しかもセールで安いやつが良くないですか。で、フィルムが割れて日々入ってもそこまで別に気にしませんよって人は iPhone 落として日々入ってからセールじゃない時にフィルム買ってください。はい、次、Fire TV スティック 4K。ね、これもう全人類のほとんどの人が持ってるんじゃないかっていうぐらい持ってる人も多いと思うんですけど、これやっぱりめちゃくちゃいいですね。自分はこれ2台持ってて、さらにこの間のセールの時に3台目を買って、それを父親にプレゼントしました。まあもうはっきり言っておじいさんなんでね、もうこういう機械系弱いんで設定とかいろいろしてあげたんですけど、ダゾーンを一緒に登録してあげたら喜んでました。で、阪神タイガースの野球の試合見てるんですけども、ちょいちょい地上波では映らない試合とか、試合の途中で中継が切れたりっていうのがあるらしいんですよ。で、わざわざラジオを持ってきて続きを聞いたりとかしてたんで、これをあげました。多分全部の試合がダゾーンなら見れるんかな。で、それと、優勝争いの相手チームのヤクルトの試合とかをチェックしたりとか、いろいろ見ながら楽しんでやってはるんで、買ってよかったです。なんで、自分の分はもう持ってるよっていう方、ほとんどだと思いますけれども、親御さんにプレゼントして YouTube とか、プライムビデオとかね、設定をしてあげてください。で、こういうセールの時は Amazon 関連の商品ってめちゃくちゃ安くなるんで、今買っときましょう。はい、次。Fire HD のタブレットですね。以前動画でこれも買ってよかったよっていうことで紹介したんですけど、結局あれからずーっとほぼ毎日のようにヘビーユースし続けてます。動画の再生専用機として使ってるんですけれども、意外とバッテリー持ちがいいんですよね。以前紹介した時にもタブレットとしての能力ははっきり言って低いみたいな話をしたんですけど、必要十分といえば必要十分です。クリエイティブになんかやりたいってなったら iPad 買えばいいだけですから、子供に与えるような感じであればむしろちょうどいい端末と言えなくもないと思います。これも当然安い時、セールの時はめちゃくちゃ安くなるんで今買うべきですよね。で、買って、やっぱりこのタブレット全然あかんなってなってもダメージ少ないじゃないですか。次はオーメンですね。ヒューレットパッカードのデスクトップパソコンです。なんかいいパソコン欲しいなって思ってる人はこれ今回買いですね。これちょうどなんかいいパソコン欲しいなって思ってるぐらいの人にちょうどいいパソコンだと言えます。やれスペックがとか CPU がなとかその辺ちょっと考えちゃう人には向いてないです。で、特徴としては、なんといっても RTX の3080が入ってて、価格が27万8000円。で、これ多分セールでおそらく25万円ぐらいになるんじゃないですかね。で、そうなったら本当に安いです。で、RTX3080 っていうほぼ最先端のバリバリのグラフィックカード自体が、こんな感じで単体でだいたい15万円から20万円の間ぐらいの値段してるんですよね。で、それ考えるとちょっと驚異的な価格設定ですよね。で、GPU 自体が、グラフィックカード自体が価格高騰してるから、こんな感じになっちゃってるんですけど、ただちょっと CPU がね、i7 の第10世代なんですよ。i7-1700。これがちょっとね、はっきり言って微妙です。ただ、この CPU をもうちょっと突き詰めていっていい感じのやつにしちゃうと、もちろん価格もググッと上がってくるんで、いいとこついてるって感じなんですかね、総合的に見ると。別にダメってことはないんで、細かい詳しいことは気にしないよと。最先端のゲームとかでも、そこまで激しい動きのあるゲームとかでなければ、高画質設定でもヌルヌル動きますし、動画編集とかも 4K 動画とかをバリバリ編集できるようなパワーを持ってるパソコンなんで、実際使ってみて動けば、それで PC の蓋開けて中身のことなんか何でもいいわいって人は、もうこれ買った方がいいですね。異様に安いんで。で、ちょっとは最近マシにはなりつつあるんですけれども、それでもまだまだ GPU、グラフィックカードの値段、これ普通の価格には戻らないんで、グラボの値段が落ち着くまでパソコンを新しくするのは我慢しようかなっていう人、もうこれ言っちゃってもいいと思います。次がデルの 4K の27インチモニターですね。価格が6万5000円。で、前回の記録とか見てみると、だいたい1万円引きぐらいにはなるんじゃないかなっ
って予想できます。で、IPS パネルになってて USB-C の接続ができるんで、ついこの間発売された最新の MacBook 用にこれめちゃくちゃいいと思います。デスクトップ用にマクラムシェルでサンダーボルトで繋いだら、めちゃくちゃ快適に作業できますよね。で、これはいいですね。もともとずっと欲しかったんですけど、用途は自分は Mac ではなくてプレステ5用です。PS5 は発売当初からもうずーっと遊んでるんですけど、いや、結局 4K で遊ぶ機会なんだなって最近気づきました。で、ここはいろいろ個人の考え方あると思うんですけど、自分は PS5 は 4K で遊ぶべきハードだと思います。1080p、フル HD で 144Hz、リフレッシュレートが高いモニターをずっと使って遊んでるんですけども、120fps、対応のゲームって実は全然遊んでないんですよね。で、しかもこれから先もなかなかそういうゲーム発売されないし、ちょっと自分の趣味じゃないんですよ。今、ファークライ6っていうゲームをプレイしてて、で、こっから先エルデンリングとかホライズンの次回作を楽しみに待ってるような人なんですよ。で、自分みたいなこんな感じの趣味の人は、それ 4K モニターの方がいいですよ。4K でしかも、160Hz とかを両立させてるような高級モニターとかはもちろん世の中にはあるんですけれども、そもそも PS5 自体がそんなパフォーマンス出せるような機械ではないんで、発売当初自分は結構騙されちゃったんですけども、そんなハードではないし、そんなソフトもこれから先出ません。ってなってくると、例えば11月発売のバトルフィールド2042とか、今流行ってる Apex Legends とか、そういう120とか140ぐらいの FPS が欲しいなっていう、そういうゲームはやっぱり PC で遊ぶことになるんですよね。だから PS5 用のモニター探してる人は、これすごいいいと思います。自分はこれに今回買い直そうと思ってます。家のリビングの大きい 4K テレビでゲームしてもいいんですけど、ちょっとね、暴力的なシーンとか血しぶきが出るようなゲームばっかりを好んでやるんで、家族の目も気になるし、デスクでがっつりやっぱり没入しながらやりたいんですよ。そういう自分と同じような境遇の人は一緒にこのモニター買いましょう。で、それから HDMI ケーブルもセールで安くなるみたいなんで、こんなんも一緒に買っときましょう。はい、次。アンカーのサウンドコアリバティネオ2ですね。で、アンカーのサウンドコアシリーズ自分はいくつか持ってて、これと全く同じやつは持ってないんですけど、これも良さそうですね。で、いわゆる Bluetooth のイヤホンで、特別これがすごいみたいなことはなくて、普通にいいイヤホンっていう感じです。で、自分はこれの兄弟のアンカーのサウンドコアリバティ2プロとアンカーサウンドコアライフ P2 ってやつを持ってます。で、実際もうめちゃくちゃめんどくさくて細かい違いとかあんまり理解せずに買ったんですけど、毎日大活躍しているのはこっちのアンカーサウンドコアライフ P2 の方です。安い方ですね。で、これなんでかというとこれ風呂で使ってます。で、絶対間違った使い方なんで壊したくない方はやめてほしいんですけど、これ IPX7 という防水規格なんで、一応風呂でも使えてます。で、毎日これでオーディブル聞いたり、落語聞きながら風呂入ってます。で、今回セール予告されているサウンドコアリバティネオ2も IPX7 防水です。で、一応自分はそれで使えてるんですけど、こういう無茶したらもちろんイヤホンは精密機械ですから、そのうち壊れると思いますんで、自己責任でお願いします。でもね、いいですよ。イヤホンしながらゆっくり湯船に浸かるの。またちょっと寒くなってきましたからね。どうでしょうか、これからの季節。それからミックスナッツ 35g が30袋入ってて2250円のこの商品ですね。で、これがセールでおそらく1900円とかそれぐらいになりそうです。これも以前自分は紹介したんですけど、今回セールするらしいんで、絶対もう一回買います。で、これめっちゃうまいんですよ。1袋 35g で、ちょうどいい感じの量で、1日1袋なら一応許容範囲って感じですかね。それ以上食べるとちょっとカロリーやばいんで気をつけてください。朝ごはんはこれ1袋みたいな感じで朝ごはんにしたりもしますし、夜ウイスキーのお供におつまみ的に食べたりもします。他でもよくナッツ類買ったりするんですけど、全然クオリティ高いです。開けたら粉々になってるとか、そんなことも全然ないです。はい。それからネジザウルス。もう何回こいつに助けられたか。買っといてください。元から安いんですけどね。こういう潰れたネジとかを外せる特殊なペンチです。あと、もちろん普通のペンチとしてもちゃんと機能します。ネジザウルス。通称アルト便利ですね。で、これを機に買っときましょう。はい。そんな感じで、早口で今回のセールの中でも特に注目というか、自分が普段使ってておすすめのものをパパッと紹介しました。もちろんこれ以外にもめちゃくちゃいろいろセールで値引きはされると思うんで、いいものないか探しに行きましょう。で、セールは10月の29日金曜日から31日の夜までです。紹介したものは全部下の概要欄に一応リンクを貼っておきますんで、実際の細かい部分は商品ページからちゃんと確認をしておいてください。普段から買ってよかったものとか、おすすめのガジェットとかはこんな感じでいろいろ紹介してるんで、よかったらチャンネル登録と高評価もしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。